最初に、気仙沼の友人の家を直し修復しに行くっていうところから、僕のボランティアみたいなものが始まったんだけども、その気仙沼の帰りに、石巻のボランティアセンターに寄ったらボランティアが全然足りてないっていうのを聞いて、そのままその日は車の中に泊まりながらボランティアを翌日ボランティアをして、ただ当時すごい寒かったんだけども装備も何もないしっていうんで一旦仙台に戻ってきて、で必要な装備を揃えて本格的に石巻にボランティアに通うようになったんだけども、最初はもちろんタノンティアなんていう言葉もなく、ただ今自分がやるべきことはそのボランティアをするというか、瓦礫の撤去をするっていうことに努めようと思って行っていって向かってたんだけども、で自分の車で行くのにも結局一人で行ったところでシートが空いててもったいないと、そこに人が乗ればそれだけ人の手が増えるっていうことを思ったし、交通渋滞もひどかったので、一人一台で行くよりは乗り合いで行った方が全然いいし、それに、無料のバスなんかも出てはいたんだけどもなかなか勝手が悪いっていうのもあって、で自分のブログを通じてもう知らない人でもいいからとりあえず瓦礫の撤去に行きたい人は乗ってくださいっていうことで呼びかけをして、でそれでボランティアに通ってた。でタノンティアって言い始めたのはいつ頃からか自分でも覚えてないんだけども、自分が田野大河でボランティアだから僕と一緒に行くのはタノンティアだっていう。それは3月の20何日だろう、26とか7とかそれぐらいだったような気がする。で東京からすぐにでも飛んで帰ってきたかったんだけども、当初はうんとガソリンもないし、で道路も東北道が使えないっていうのですぐにはやっぱりね戻ってきてこっちで被災者の生活になるよりはちょっと様子を見ようと思ったのもあったし、あとは仙台同士の友人たちが連絡をお互い取れない時に東京の方が連絡が取りやすいとか、あとは仙台ではもう電気も復旧してないから情報も入りにくいから僕のブログだったりを通じてみんな情報を共有していたんです。で高速道路たまたまもうガソリンも3時間ぐらい並べば入りそうだっていう噂も流れてきた時にちょうど高速道路もつながって、でそれでよっしゃっていう感じで帰ってきましたね。そうですね、最初は本当家の中の瓦礫を撤去してでヘドロをかいたりっていうのばっかりだったんですけども、最近はまだ庭に要はクオリティを高くしていくっていうのかな、畑に散らばった土の中に埋もれたゴミを拾い集めるとか、実際重いものを運ぶような作業っていうのは最近はもう少ないですね。せいぜい家の中だったことが今度は地域の側溝に溜まったヘドロかき、実際避難所暮らしをしてた人たちも自分の家に戻ってきつつあるので、今度はその人たちが住むための環境づくりをボランティアがやってるような傾向はあります。まだじゃあやっぱボランティアの仕事ってある？それはもう側溝の掃除なんてもう直線にしたら何百キロあるんだろうっていうようなぐらいの長さなので、やっぱりボランティアはいくらいても余ることはないだろうなって思います。
ここにあるものは、その被災者の人たちに、許可を得てもらってきたものなんですけど、やっぱり避難所暮らしとかしてると自分のスペースがないから、もう泣く泣くやっぱり思い出の品とかも処分しなきゃならないっていう状態で、どうせ捨ててしまうなら、こういうものにまつわるストーリーもその被災者の人から聞いたり話を聞いたりすると、やっぱり、切ないなと思うし、そういうのは全部一つ一つ覚えてるけども、これっていうのはどうしても僕が話すと面白おかしくなっちゃうっていうか、僕の視点になっちゃうからどうなのか分かんないけども、ボランティア要は瓦礫の撤去に行ったお宅の親父さんが漁師で。で被災地で瓦礫の撤去をしてると至る所でワニの剥製を見かける機会があって、なんでこんなにワニの剥製があるんだろうってそのおじさんに聞いたら、船乗りはアメリカとか船で行ったお土産にみんなこのお土産の定番としてワニの剥製を買ってくるっていうことをその話で聞いて、なるほどっていうので、そのお父さんももう捨てていいよって言うからこれをもらってきたんだけども、そういうなんか自分たちの知らない、話がいろいろ聞けたりして、正直面白いというか楽しいというか、ここにあるトロフィーなんかも、被災したおばあちゃんが実はアマチュアボーラーで結構数々の大会で優勝してたっていう話を聞いて、トロフィーを、いただいてきたっていう感じですね。いやでも本当自分がただボランティア必要だしボランティアやるべきだと思ってやったことが尾ひれがつきっていう背びれがつきみたいな感じでいろんな人が協力してくれようとして、でタノンティアで行ってたのも実際メディアテイクがバスを出してくれてなるべく人を被災地に運ぼうっていうのに協力してくれたりとかで、そうすると僕も、楽しむためにこういうしおり作ったりとか歌を作ったりとかやっていくうちに今度はその例えば曲を編曲してリミックスしてくれる人が現れたり、あとはバスツアーに参加した人が暑かったからって言って翌週になって自腹でうちわを作って参加者全員に配ってくれたりとか、そういう動きってすごく面白いなって客観的に思って見てます。で実際、結構な数の人はボランティアに行くきっかけにはなってると思うから、それはそれで自分でやってよかったなっていうのは思いますね。ただこのあとその7月から自分の仕事の関係で全く被災地に行けなくなってしまうので2ヶ月ぐらい。その時にだからタノンティアがあるから行くじゃなくって、ボランティアをすることはみんなできるはずだからタノンティアなくても行ってほしいなっていうのはすごく今感じてるところですね。で3ヶ月近く経つけども何の区切りでもなくってずっと継続して、やっていかなきゃなんないことだから、やっぱり自分の中でも区切りって感覚は、ない。たまたま仕事がもう忙しくなるから行けないくなっちゃうっていうだけですね。最後に今後もやはりその2ヶ月終わった後もちろん、仕事に目処がついたらまたこっち戻ってきて、
ただ今やってるような瓦礫の撤去とかヘドロかきとかでは多分もうなくなってると思うんだけども、まあその時何が必要かとかをまたもう一回見て現地に入って必要なものを探してやれればなと思ってます。それがまあ、それはだからいつまでもしばらくは続くことだろうなっていうのは思ってます。